テスラの株が昨夜 3% 跳ね上がったのだ。 EPS41 セント、予想より 10% 以上の上振れなのだ。でもその裏で中東の停戦は今夜また崩れかけているのだ。テスラが上がったのはわかりますけど、中東の停戦崩れってどういうことですか？今日は何本のニュースが飛び込んできたんですか？今日は5本一気に解説するのだ。テスラ決算の本当の意味、イランとの停戦再延長の内幕、月の裏側を史上初めて人間が見たアルテミス最愛の期間、ドイツで国民を泣かせたクジラの話、そしてこれから日本で急増するインフルエンザの警告なのだ。まず1本目、テスラなのだ。 CNBC とブルームバーグが同時に速報を出した2026年第1四半期の調整後 EPS、 つまり1株当たり利益が41セント、オール街の予想は37セント、ブルームバーグ集計では34セントだったから 10% 以上の上振れなのだ。 EPS が予想超えなら大成功じゃないですか。でも確か売上は下回ったって聞こえましたけど、それは矛盾じゃないですか？鋭いのだ。売上は226億4000万ドルの予想に対して実際は223億9000万ドル、約2億5000万ドル届かなかったのだ。前年比では 16% 増だから成長はしている。でも車の販売台数は1四半期で35万8000台と前の四半期より減っているのだ。利益が上がって売上が予想に届かない理由、それはコスト削減なのだ。工場の効率化と人員削減で稼ぐ力は上がったが売れた量は増えていないということなのだ。テスラが今一番恐れているのは BYD なのだ。中国の BYD は低価格で高機能な EV を大量投入していて、テスラの古いラインナップと真正面からぶつかっているのだ。テスラはこれに対抗するためにモデル Y とモデル3の廉価版トリムを出すと決算書に明記したのだ。マスクはロボタクシーとヒューマノイドロボットに注目を向けようとしているが、今の収益の大半はまだ EV 販売なのだ。日本の NISA 口座でテスラ株を持っている人、結構いますよね。今夜の 3% 上昇って、具体的に金額でどのくらいの動きになるんですか？ NISA でテスラを50万円分持っていたとすると、今夜の 3% 上昇で約1万5000円プラスの計算なのだ。ただし今年の年初からは 14% 下落しているから、年初から持っていた人は、今夜の反発でも7万円のマイナスが続いているのだ。廉価版モデルが市場に受け入れられるかどうか、これが今後の株価の分岐点なのだ。テスラの話を例えで言うと、成績表で英語だけ満点だったけど数学で点を落として総合点が届かなかった状態なのだ。英語の先生は褒めてくれるけど、合格ラインには届いていない。そんな感じなのだ。続いて2本目、イランの停戦問題なのだ。アルゼンチンのメディア、ラ・ナシオンが詳細を報じた。トランプは停戦期限の直前に再延長を宣言したのだ。理由が面白くて、パキスタンのムニル陸軍元帥とシャリフ首相がイランが統一された提案をまとめるまで待ってくれと要請してきたからだと、トゥルースソーシャルに書いたのだ。パキスタンが仲介に入ったんですか？でも停戦中にイランが停戦を破って高速艇で商船を攻撃したって書いてありましたよね。それって事実上も戦争場外じゃないですか？そこが確信なのだ。ラ・ナシオンの国際アナリスト、アンドレス・レペットはこう分析しているのだ。イランはオルムズ海峡の封鎖を宣戦布告に等しい行動と米国がみなすかどうかを試している。テヘランの街頭ではミサイル2機のパレードが行われ、勝利の歓声が上がっているのだ。つまりイランは国内向けには強硬姿勢を演じつつ、交渉の時間を稼いでいる二重戦略なのだ。これが日本の電気代にどう響くか、ズバリ言うのだ。オルムズ海峡は日本の原油輸入の約 90% が通る喉元なのだ。仮に完全封鎖になれば、1バレル20ドル以上の価格上昇という試算もある。家庭の電気代換算で月600円から1200円の追加負担になる計算なのだ。今はまだ停戦が続いているが、トランプが多くの爆弾が爆発すると警告した期限まで秒読みなのだ。私、正直に言うと、毎回、停戦延長って繰り返されると、どこかで慣れてしまって危機感が薄れてしまうんですよね。でもずんだもん先輩の電気代の試算を聞くと、急に現実になる感じがします。これって報道の問題でもありますよね。3問目、アルテミス最愛の帰還なのだ。ラ・ナシオンが伝えた4人の宇宙飛行士が月を回って地球に戻り、カリフォルニア沖の太平洋に着水したのだ。時速4万キロという猛スピードで大気圏に突入して、サンミエ号機でカプセルが海面に降りてきたのだ。今回の最大の記録は2つなのだ。1つ目、月の裏側を人間の目で初めて直接見たのだ。アポロ計画ではカメラで撮っても宇宙飛行士が窓から見た記録はない。
2つ目、地球から40万171キロという有人宇宙飛行の再現記録を更新したのだ。アポロ13号が1970年に記録した40万171キロを53年ぶりに破ったのだ。言葉では表現できないっていう宇宙飛行士のコメント、すごくリアルで、逆に言うと、脳がその景色を処理できないくらいの体験って、どんなものなんでしょうね。4本目はドイツから少し違うニュースなのだ。ドイツのフランクフルター、アルゲマイネ氏が伝えた、バルト海の島、ポール島の浅瀬に1頭のザトウクジラが座礁しているのだ。環境大臣のキル・バックハウスという人が毎日現場に泊まり込んで、このクジラを信じている、と言い続けているのだ。クジラの名前はみんな、ホープ、と呼んでいるのだ。体長12メートルのザトウクジラで、何週間も浅瀬で動けずにいる。科学者たちは、もう助からない、という。でも活動家たちはサバで餌を与え、背中に亜鉛軟膏を縫い、砂をかき出し、日よけのシートをかけている。ドイツのニュースサイトは速報キッカーを設けて、テレビは生中継しているのだ。このニュースが面白いのは、政治的文脈なのだ。バックハウスは1998年からドイツ最長在職の環境大臣で、普段は地味な存在だったクジラの救出で突然、全国区の知名度を得たのだ。選挙の直前にクジラ活動家として国民に寄り添う姿を見せる。これは、オールカンプフ、つまりクジラ戦争が、ワールカンプフ、選挙運動に転じている。都市面は皮肉っているのだ。最後5本目は、日本でも今からまさに関係ある健康情報なのだ。アルゼンチンの心臓内科医、ホルヘ・タルタリオーネ博士がテレビで警告した内容で、日本の医療事情と重なる部分が非常に多いのだ。まず、インフルエンザは軽い感染症だと思っていたら大間違い、という話なのだ。博士が言うには、インフルエンザにかかると最初の1週間、心筋梗塞のリスクが6倍になるのだ。さらに脳卒中のリスクは8倍に跳ね上がるのだ。この数字は海外の医学データだが、日本も同じメカニズムが働く。そしてアルゼンチンでは過去数年でワクチン接種率が 70% も低下したと博士は訴えているのだ。日本でも同じ傾向がないとは言えないのだ。心筋梗塞が6倍って、それ全然バナルじゃないですよ。インフル接種って子供の病気対策だと思ってた人、多いんじゃないですか。40代、50代こそつべき話ですよね。博士はこう断言したのだ。人類が長生きできるのは3つのおかげ、清潔な水と抗生物質とワクチンだ、と、さらに花粉症や鼻炎の話もあって、気候変動でアレルギー患者が 30% 増えているというデータも示したのだ。日本も花粉症大国として他人事ではないのだ。そして重要な警告、15日以上続く咳はただの風邪ではない可能性がある。これは結核などの見落としを防ぐ注意喚起なのだ。今日の5本、振り返るのだ。冒頭で、テスラが上がってイランが崩れかける、と言ったのだ。テスラは利益を上げながら売り上げが届かないジレンマ。イランは時間稼ぎの二重戦略で停戦を揺さぶっている。どちらも、表と裏が違う、という構造なのだ。それが今日の世界の共通点なのだ。僕の率直な見解を言うのだ。今日一番注目してほしいのはイランの停戦問題なのだ。テスラの株価は NISA 口座の数字に直結するが、停戦崩壊は電気代、ガソリン代、輸入品の全部に連鎖する。アルテミスIIは希望のニュース。クジラのホープは政治の鏡。そしてインフルエンザワクチンはこの週末にでも近所の医療機関で確認してほしいのだ。今夜のイランの交渉、来週には答えが出る可能性が高いのだ。今日の5本、どれが一番気になりましたか？テスラ派か、中東停戦派か、コメントで教えてください。私はアルテミスIIの脳が処理できない景色って言葉が一番刺さりました。このチャンネルでは毎日海外ニュースを深掘りして解説しているのだ。チャンネル登録と高評価で応援してくれると、次の動画を作る力になるのだ。明日はイランの交渉期限の続報と、テスラが予告した廉価版モデルの詳細について掘り下げるのだ。見逃したくない人はベルマークをポチっておいてほしいのだ。